私が目指すビリヤニ。それは、米粒が一粒一粒立って、艶やかに輝き、立ち上る蒸気に、ふわっと香る、スパイスの香り。その香りを米がまとい、味はスパイスほんのり、塩気はしっかり。そこに、揚げた玉ねぎのコクが加わり、味に深みと旨みが広がり、炊いて作るんだけど、ほんのり油も乗っている。そんなビリヤニです。ビリヤニが大好きすぎて、このインド帰省中にも何度も食べました。味の好みもありますが、インドでも当たり外れがあります。今回このお店で食べた味が忘れられないほど美味しくて、お店の見た目だけでは味はわかりません。でも、地元の人がたくさん訪れているのを見かけたら、そこは試してみる価値ありです。お店の様子を見ていたのですが、終始大量に揚げていた、このフライドオニオン。これが絶対美味しくなるヒントだと思い、今回のレシピにたどり着きました。ビリヤニの美味しさを左右する最大のポイントを一言で言うなら、塩加減です。後から塩を足すこともできますが、炊き上がった時点でちょうど良い塩味に仕上げるのが理想です。そしてもう一つ大切なのは、お米のパラッとした炊き上がり。この動画が、そのヒントを見つけるきっかけになれば嬉しいです。では、早速その作り方をご紹介します。今回のビリヤニは、全部で6つのステップで完成します。一晩漬け込みなどをしない場合は、この流れで進めると時間効率よく、スムーズに作れると思いますよ。分量は3から4人分です。まずは鶏肉をマリネします。マリネ液の材料は、プレーンヨーグルト 100g、すりおろした生姜とニンニクを各小さじ2。スパイスは、ターメリックパウダー小さじ1/2、コリアンダーパウダー小さじ1、クミンパウダー小さじ1、チャートマサラ小さじ1、レッドチリパウダー小さじ1、カスリメティ小さじ 1.5。そして、塩小さじ1強とブラックソルトを小さじ半分。レモン果汁を小さじ3と、油を小さじ1加えてよくかき混ぜます。味の癖というか、少し、個性を出したい時に酸味のあるチャートマサラと独特な香りのブラックソルトをよく使っています。スパイスの配合は全部のスパイスが混ざるとどれか一つが秀でて強すぎるってこともなく、絶妙なバランスでスパイスが効いて美味しいって感じられるのが良くて、それを目指すのが最近のマイブームです。混ぜる段階で抵抗がなければマリネ液を味見して少ししょっぱいと感じるくらいに調整しておくと仕上がりがより美味しくなります。ここでしっかり塩気を効かせておくのがポイントです。よく混ざったら手羽元を約 400g、本数で言うと6から8本を加え、マリネ液をしっかりと絡めます。チキンティッカの時は美味しく見せるために赤く仕上がるようにマリネしていますが、ビリヤニはお米の黄色と白があれば十分華やか。なので、マリネ液もチキンティッカよりは黄色寄りにしています。一旦ラップをして冷蔵庫で1時間ほど休ませます。できれば一晩漬け込むとより美味しく仕上がりますよ。時間に余裕がある場合はぜひそうしてみてくださいね。次は2つ目のステップ、バスマティライスを浸水します。ビリヤニを作ったことのある皆さん、どんな種類のお米使っていますか？ビリヤニを炊くにはこのお米選びも結構重要だなって私は思っていますが、皆さんはどうでしょう？今回はインドで爆買い動画でご紹介したこのプラオやビリヤニ用のバスマティライスを使います。お米にもいろいろ種類があって、例えばインドの夫の実家では農家から直接買うインディカ米を普段食べていますが、そのお米でビリヤニのように炊き込みご飯を作ると崩れやすく、つやっとした仕上がりになりづらいんですよね。そして味は良いのですが食感が違うので、美味しいビリヤニを作りたいとなったら、やはりビリヤニにはビリヤニ用のお米を購入した方がいいなという結論です。日本でもパッケージにビリヤニの写真が載っているバスマティライスを見かけますし、中身が見えるタイプならバスマティライスの中でもできるだけ粒の長い種類のものを選ぶと良いと思います。分量は日本米を炊くときに使用する計量カップで2合を測って使います。そして水で何度か優しくすすぎ洗いします。水の濁りがなくなるまで研いだら、
たっぷりの水を注ぎ、そのまま約1時間ほどつけておきます。さあ、ステップ3は今回のレシピの要、フライドオニオン作りです。スライサーで薄くスライスして油で揚げるだけ。揚げ加減は油の音が教えてくれるので、失敗知らずですよ。玉ねぎ、中くらいのサイズ3個を使います。玉ねぎの向きに垂直になるようにスライスしたら、今回使用する鍋に2センチくらいの高さまで油を注ぎ温めます。一度にたくさん入れずに、1つかみずつの適量で何回かに分けて揚げるのがおすすめです。というのも、最後の仕上げの瞬間に一気に色づくので、油から揚げるのが遅れるとあっという間に焦げてしまうんです。なので、さっと揚げられる量で揚げるのがコツです。油に玉ねぎを入れたら、まずは全体を広げるように軽くかき混ぜます。その後は、あまり動かさずにじっくり揚げていきます。火加減は中火くらいです。玉ねぎの一部が少し色づいてきたら、そこで初めて全体を混ぜます。これから BGM を止めるので、揚げている音に耳を澄ませて聞いてみてくださいね。玉ねぎの水分があるうちは大きな揚げる音がしていますが、あるタイミングを境にシュンと音が消えるんです。そうしたら急いで油から揚げます。では行きますね。はい。今です。わかりました？わからなかった方は巻き戻してもう一度見てみてくださいね。もう少し揚げても良さそうな色に見えますが、余熱でこの後こんがりしてくるので、揚げすぎには注意です。旨味ではなく、焦げた味になってしまいますからね。キッチンペーパーの上でさらに余熱で揚がっていますよね。ここでなるべく玉ねぎが重ならないように箸などで広げておく一手間を加えると、べちゃっとならず、クリスピーに仕上がります。今はまだ柔らかそうに見えますよね。ですが、少し時間が経つと、サクサクになるんですよ。これでステップ3、フライドオニオン作りは完了です。この玉ねぎがまとった揚げ油も、ビリヤニのツヤを出す大切なポイントではないでしょうか。工程が多いビリヤニなので、市販のフライドオニオンを使う方が早くて楽ですが、今回手作りにしたことで、お米が一粒一粒ツヤっと輝く理想のビリヤニにぐっと近づきました。ステップ4はこの残った油を使ってマリネした鶏肉を炒めて煮込んでいきますよ。全量だと多すぎるので大さじ2から3ほどを鍋に残して余った油はまた別のカレーを作るときに再利用しようと思います。油にまろやかさと風味をプラスしたいのでここにギー大さじ1を加えて溶かします。そこに加えるホールスパイスは、包丁の腹などで一度クラッシュさせたブラックカルダモン2つとグリーンカルダモンを4つ。そして、クミンシード小さじ1に、ビリヤニには欠かせない香りの決め手になるメースを1つまみ加えて炒めます。カルダモンが熱で膨らみ、香りが立ってきたら、ミキサーにかけたトマト1個を加えます。後で先ほど作ったフライドオニオンを加えるので、いつものような炒め玉ねぎの工程はスキップします。続いて、青唐辛子2本をカットして加えます。トマトが油と馴染み、しっかり炒まって油が分離するサインが出るまで炒めます。いい感じです。映像から伝わりますか？トマトの余分な水分が飛んで、油とトマトの大事な部分だけが鍋に残っているって感じになれば OK です。そうしたら、いよいよマリネした鶏肉の出番です。マリネ液も余すことなく鍋に入れます。そしてそこにフライドオニオンを2つかみほど加えて、全体が均一に混ざるようによくかき混ぜます。大体ですが、骨付きのお肉なので15分ほど、蓋を開けたまま炒め続けます。途中水分が減ってきたら、水を 50cc から 100cc ほど加えます。ただ、この水分量が多すぎるとこの後バスマティライスと炊き込んだ時にべちゃべちゃになってしまうので仕上がりの水分量が
鶏肉の高さよりも上にならないように必ず気をつけてください。むしろ鶏肉の高さの8分目くらいが理想です。この鶏肉を煮込んでいる間にバスマティライスを茹でると効率的ですが、映像が前後すると分かりづらいと思うので、先に鶏肉を完成させますね。約15分煮込んだら、最後にビリヤニマサラを小さじ1加えます。ビリヤニマサラがない場合は、チキンマサラやガラムマサラで代用してください。私も普段はそのどちらかを使っています。今回は、インドで買ってきたてのビリヤニマサラがあるので、そちらを使います。よく混ぜて、あと、1、2分ほど煮込んだら、ビリヤニを炊くためのカレーのベースは完成です。最後に味見をして、塩気がしっかり効いた濃いめのスープになっているか確認して、必要なら塩を調整してくださいね。次はバスマティライスの下茹でです。大きめの鍋に約2リットルのお湯を沸かします。沸かしている間に浸水しておいたバスマティライスは水を切っておきましょう。お湯が沸いたらホールスパイスを加えます。青唐辛子2本、ベイリーフ2枚、シナモン1かけ、スターアニス1つ、グリーンカルダモン2つ、クローブ4つ、ブラックペッパー5つを加えて3分間このまま煮出します。スパイスの爽やかさや深みのある香り風味を米そのものに移すためです。3分経ったら塩を小さじ4加えます。全体を混ぜて塩が溶けたら、いよいよバスマティライスを投入しますよ。最初は強火のまま、お湯が再沸騰するのを待ちます。この時、お米が鍋底に張り付かないように優しくかき混ぜます。ボコボコと沸騰してきましたね。そうしたら弱火で5分茹でます。ここで茹ですぎるとこの後、カレーと炊き込む際にお米が崩れてしまうので、必ずタイマーを使って時間を計っています。米の芯が残るくらいの8分茹でになれば OK です。時間が来たらザルに米を上げてお湯を切ります。食べるときにホールスパイスが気になる場合は、この段階で取り除いて大丈夫です。現地では、クミンなど小さいもの以外はホールスパイス自体は食べないので、お皿の上で避けながら食べていますよ。さあ、ここまで来たら最後の工程、お米を層にして炊き込んでいきます。と、その前に、もうインド料理好きの方はすでにこのアルミの鍋と蓋を買ったところからお気づきだったかもしれません。ビリヤニ作りのために購入したストーブ鍋を使わずに、今回このアルミの鍋をチョイスしたのにはやってみたいことがありました。それは、ビリヤニを炊くシーンでよく見る、蒸気を逃さないために鍋と蓋の隙間を小麦粉の生地で塞ぐ、あれです。それで今綿をこねているというわけです。この後こね上がったら、細長く伸ばして準備しておきます。ステップ6、最後の工程です。先ほど作ったビリヤニ用のカレーの上に8分茹でしたバスマティライスを3回に分けて、レイヤーになるように入れていきます。一番下の層のライスはチキンカレーに浸って、チキンカレーの旨味と色が加わります。その上にコリアンダーリーフと、以前のビリヤニ動画でもお伝えしたことがありますが、ミントの葉を刻んで加えるのが現地流。夏の暑さで弱っていた自家製のミントも、まだ完全には復活していませんが、少しだけ収穫できたのでありがたく使います。そして、フライドオニオンを一つかみとちょっと散りばめます。そしてまた、ライスの層を作ります。フライドオニオンのコクと油分が、蒸すことで、上下のライスにじんわりと広がります。もう一度同じように、コリアンダーの葉にミントの葉、そしてフライドオニオンを散りばめます。この2段目は、ライスの白さをそのままに、スパイスの香りで蒸されながら、フライドオニオンの香ばしさと、コリアンダーとミントの爽やかでエキゾチックな香りをまといます。そして3段目。最後の層です。コリアンダー、ミント、フライドオニオンを散らしたら、最後の色付けをします。本来はサフランを使いますが、普段あまり使う機会がないので、わざわざ買うのはちょっとためらってしまうんですよね。そこで私は、ターメリックパウダーを少量の水で溶いたものを色付けに使っています。インドではプジャーと呼ばれるお祈りの儀式でも、このターメリックを水で溶いたものが使われます。水に馴染みやすく、自然な黄色がきれいに出るので、
ビリヤニの色付けにもぴったりです。これでレイヤーは完成です。あとは蓋を閉めて、先ほどこねた生地で密封します。ビリヤニ作りに使う鍋は、鍋底が厚く、蓋がしっかり閉まって蒸気が逃げないものが理想です。この蒸気を逃さないことが、ビリヤニ作りの最大の特徴です。本当に美味しいビリヤニは、味はもちろんですが、何より香りが素晴らしいんです。インドでは、鍋底にチャパティを焼く分厚い鉄製フライパン、タワを敷き、鍋の蓋の上に重しを置いて蒸す方法もあります。お家にある調理器具で試行錯誤しながら作るのも面白いと思いますよ。さあ、鍋の密封ができたので蒸していきます。鍋の種類によって時間は多少前後しますが、この分量の場合は、まず強火で軽く沸騰させ、グツグツと音がしてきたら弱火にして10分加熱します。その後火を止め、10分から13分ほど蒸らせば、絶妙な炊き上がりでビリヤニの完成です。ビリヤニにかけて食べると美味しいトマトチャトニもサクッと作ります。容器にトマト1個とニンニク1個から2個と生姜少々、青唐辛子2本、塩小さじ1/2を入れてブレンダーにかければ完成です。お好みでコリアンダーリーフを加えるとさらにインドの味に近づきます。さあ、これでチキンビリヤニ作りの全工程は終了です。最後の美味しい瞬間は映像と字幕でお楽しみください。तेरी यादों का जादू सपनों में बस तू ही तू दिल से दिल का रिश्ता है रूह तक भी बहरा है तेरे ख्यालों में खो जाए हर पल तेरा साथ पाए होठों पे मुस्कान जो आए मन मेरा ये तुझको चाहे तेरे बिना मैं अधूरा हर लम्हा है यादों का दास्तां प्यारी तू मेरी रानी साथ हो करे पूरी अरमान तेरे बिन ये दुनिया सुनी आँखों में तेजाब है तेरे सिवा कौन मेरा जितना प्यार तुमसे है बस खुशबू का एहसास है तेरे ख्यालों में खो जाए हर पल तेरा साथ पाए होठों पे मुस्कान जो आए मन मेरा ये तुझको चाहे तेरे बिना मैं
अधूरा हर लम्हा है यादों का दास्तां, प्यारी तू मेरी रानी, साथ हो करे पूरी अरमां। तेरे बिन ये दुनिया सुनी, आंखों में तेजाब है, तेरे सिवा कौन मेरा, जितना प्यार तुमसे है बस खुशबू का एहसास है। साथ चलना तुम हाथों में हाथ, तेरी सांस है मेरी जीने के बाद, धड़कन से रिश्ता जुदा ना हो, जिंदगी है तू मेरा खुदा हो। तेरे बिना मैं अधूरा हर लम्हा है यादों का दास्तां, प्यारी तू मेरी रानी, साथ हो करे पूरी अरमां।